もしもし、父さん。もう24歳になったんだぞお母さん。なんてもう3回も結婚してるんだぞ。ちょっとはみ習ったらどうだ。だからってお前も3回結婚しろって言ってるわけじゃないけど。でもな、父さんは寂しそうな姿を見るとどうしても心配になるんだ。桜井さ。桜井？父さんと知り合いなの？なかなかイケメンだね。どうぞ、おかけください。すみません。桜井さん、正直に言うと、今日のお見合いは、両親にせかされてきました。普段は仕事が忙しくて、事前にちゃんとプロフィールを拝見できませんでした。自己紹介しますね。黒川北斗です。当京大学法学部修士、27歳です。検察庁で働いて、2年になります。ああ、ケンジさんなんだ。制服、ポイントアップだわ。普段は本当に忙しいんですけど、もし、桜井さんが僕に興味を持ってくれるなら、もしかしたら、お互いのこと、知ってみませんか？黒川さん、実はね。さっき言ってたよね。お見合いなんてしたくなかったんだよね。でしょ？じゃあ、私が助けてあげようか。君は。君って桜井さんじゃないよね。じゃあ君は一体誰なんだ？本当だよ。桜井って名乗ってもいいんだよ。今はね、ケンジさんを連れて、駆け落ちする共犯なの。ちょっと自己紹介するね。白石祐希です。今年24歳だよ。東大法学部の修士だよ。今はね、新米弁護士なの。両親が離婚する前は確かに桜井だったけど、今は母親の姓を名乗ってるの、ケンジさん。今の顔つき、まるで法廷にいるみたい。決定的な証拠を見つけた時みたいね。どうなの？私を裁くつもり？桜井さん、すみません。今日は、ちょっとしたハプニングがあって、約束に行けませんでした。もしよかったら、今度ご飯でもご一緒してお詫びさせてください。本当にすみません。これで知り合いってことでいい？例なく先もらってもいい？もしかしてこれから先、私が助けることになるかもね。白石さん。とても綺麗ですね。明るい性格ですね。偶然のご縁ですし、気にかけてくれてありがとう。素敵な人に白で会えるといいですね。私を断るなんて。私のことをまだよくわかってないでしょ？ちゃんと付き合ってみたら面白いし頼りになるよ。それに、世話も得意なんだから。勉強になりました。失礼します。今でも、こんな正直な人がいるなんて惜しいな。正直な人って傷つきやすいんだよね。海外契約の件はすぐに処理します。ご安心ください。
白石さん。ちょっと帰国しただけなのに、すぐ家に帰らなかっただけで、親父が人を使って私を捕まえに来るなんて、マジで怖すぎ。あ、白石さん。彼？黒川検事、こんなところで会えるなんて、本当にまた会っちゃいましたね。嘘だ。こっち見ないで。お願い。助けて。誰から逃げてるんだろう。あなた、そのやり方、ちょっと失礼じゃないですか。すみません。失礼ですが、20歳前後で長い巻き髪の女性を見かけませんでしたか？見てません。ここには僕と彼女だけですよ。お邪魔しました。行ったね。ありがとう。黒川検事。また助けてくれてありがとう。いつもこうやって知らない男の人にちょっかい出してるの？そんなの、ちょっかいなんて違うでしょ。これは危機交換だよ。今の見てたよね。追われてるんだ。天使か。君、青空事務所の弁護士だったんだね。ねえ、意外でしょ？私、見た目だけじゃなくて才能もあるのよ。ちゃんと法学修士だし。北のトップ法律事務所の一つ、青空事務所で、青空事務所の新人弁護士だよ。国際トラブル専門なんだ。白石さん待って白石さどこ行くの？送るよ。どこでもいいよ。適当に下ろしてくれれば、気にしないから。だって、本当に行く場所がないんだ。青空法律事務所の弁護士なのに、行くところないの？帰国したばかりで、まだ住む場所もなくて裁判もやってたし、またあのおじさんに目をつけられちゃった。ホテルに泊まろうと思ってたんだけど、でも今は。あ、松田主任。すぐ使うので。わかった。今、外にいるから、まだ帰れてなくて、だいたい40分後くらいに帰ったら送るね。急ぎでなければ、先に家に寄らせてもらうかもしれない。イエス。なんとなく黒川検事の家って絶対にストイックな雰囲気なんだろうなって思ってすごく気になっただけ。やっぱりね、清潔、控えめ、秩序がある。彼らしい。もう終わった？今日は泊めてくれてありがとう。初めてお邪魔するし、手ぶらじゃ悪いかなと思って、チキンとビールを注文したよ。よかったら一緒に食べない？北野氏の人？
それとも地元。まあ、地元かな。でも、北野市は私にとっては懐かしいけど、なんか知らない場所みたい。ここでの記憶は、8歳の時までしか残ってないんだ。うちの両親は、離婚してから。それぞれ恋愛や再婚に夢中で、家族みんなが揃った結婚、証明書なんて一枚もないんだ。皮肉な話だよね。とにかく、その後、海外に行って勉強してた3年前にここに来たんだ。ここでは、私には家って呼べる場所がないんだ。帰ってきてすぐ俺と知り合ったんだね。実はね、帰ってきたその日に、もう君と会ってたんだよ。黒川さん。私たち、本当に縁があるよね。親に言わないって言われそう。結婚しないわけもあるし。黒川さん、私のこと気になってる？桜井さん、この前のことは失礼なことをしてしまいました。大丈夫です。今から新しいスタートができればいいな。もう仕訳ありません、桜井さん。私たちってあまり合わないかもしれません。お時間をいただき、ありがとうございました。本気で言ってるの？僕は面白くない人間かもしれません。でも、恋愛には本気です。君に惹かれているから。だから君と付き合いたいと思ったんだ。これからも志木がうまくできなかったら、遠慮せずに言ってほしい。できるだけ自分を変えていくよ。僕たち、これからどうなるんだろう。いい匂いだな。キスしやすいな。男の人ってこういう時は教えなくてもできちゃうんだね。前にカフェであなたにキスしたかったんだ。さっき何か話したいことあったんじゃない？結婚を前提に付き合いたい。結婚？うん。ちょっとふざけただけだよ。そんなに真剣に受け取らないで。俺は、もてあそばれた。なんでこの子があなたについていくの？なんでこの子を奪うの？あんたと一緒に何があるんだ？あんたと一緒じゃ食うに困るだろ。うちの娘に苦労されるじゃない。なんで子供を奪うのよ？まだ裁判で決まってないのよ。言ったでしょ？この子は絶対にあなたに渡さない。なんでうちの娘があんたについていくんだ？仕事もないのに。ママ。ママ。この子は私のものよ。私のものよ。この子は俺のものだ。絶対に渡さない。ママ、離して。どけ。お願い、私の子を返してよ。私の子を返して。待って。死ぬ力。白石勇気。勇気。怪我してない。大丈夫だよ。くるみ。くるみ。子供を渡せ。お前ら何様だ。
返して。どけよ。返して。北の口方検察庁。私は検事です。あなたは公共の場で未成年を奪おうとした疑いがあります。子供の安全も脅かしています。警察がすぐ来ます。ご協力をお願いします。こちら。何してるんだ？今、違法行為の疑いがあります。どうこうしてください。すみません。ご協力をお願いします。事情聴取のため、ご同行ください。まだここにいたの？この法律支援活動は、検察庁が主催してるんだ。今日は、俺が見回りしてる。ここの責任者にはもう伝えてあるよ。だから、午後は休んでいいよ。大丈夫。大したことないよ。いえ、まで送るよ。本当に大丈夫だから。ちょっと、何してるの？さっき、怖かったんじゃない？なんでわかったの？検事ってさ、いつも人の表情とか仕草を見て、心の中を読み取って、信じられるかどうかを見極めるんだ。だから、誰かが怖がってるのなんて、すぐわかるよ。黒川検事。そんな観察力、女の子を観察するのに使うなんて、ちょっともったいないんじゃない？無駄じゃないよ。君のことを知りたいから。それと、なんで俺をからかうのかも。行くよ。家まで送るから。あの夫婦と、あの子は、結局どうなったの？夫婦は調停室ではなし合うことになった。女性支援センターも入って、子供はしばらくは母親が世話することになった。父親は一時的に別居することになった。冷静期が終わったら、また具体的なことを話し合うんだ。あの子がいい結末を迎えられるといいね。幸せな結婚はまるで宝くじに当たるみたい。不幸な結婚はそれぞれがドタバタしてる。結婚したくないのは不幸な結婚が怖いからだろう。あの夜以来何度も思い返してみた。君の反応、君の避け方、君の反応は結婚だけが理由って感じじゃないな。もしかしてもっと深い事情があるの？まだあの夜のことで怒ってるの？怒ってるわけじゃない。ただ戸惑ってるだけ。よくわからない。どうして俺をからかったの？本当にからかってないよ。初めて会った時、いきなり俺の手を引いて逃げ出して、連絡先を教えてって言った。二度目は俺の家までついてきて、なのに全部が冗談だったって言って、そのまま帰っちゃった。白石先生、君からしたら、これってからかってることにならない？やっぱり怒ってるんだね。俺に怒る権利なんてない。だって、まだ始まってないんだから。初めて会った時、君は検事だって言ってた。その時、私は帰国したばかりで、私は人脈を広げたい。新人弁護士だったから、君と知り合いたかったんだ。だって、あなたと知り合えば、私の人脈が広がると思ったから。ちょっと現実的な理由だけどね。だから、連絡先を聞いたんだ。それだけ？もちろん、それだけじゃないよ。それと、あなた、見た目もすごく素敵だなって思った。かっこよくて誠実そうだな。黒川検事からかったわけじゃないよ。あのキスは本当にしたかった。それから？またしたくなっちゃった。またしたい。初めてなんだね。君は？俺も初めてだよ。27歳で、検事で、こんなにイケメンなのに、初めてって。
ユウ、ホッタさんとオースとラリアに戻るよ。ちょっと会いたかっただけ。母さん、最近帰ってきたばかりなんだ。そうなんだ。仕事ちゃんとやってね。やるしかない。親の愛すら感じられないなら、もう何も信じられないよ。もう夜も遅いし、今日は帰って休んだら。今なの？私、誰かと一緒に寝るのはあまり好きじゃない。もしかして怒ってるかも。また怒らせちゃったかな。白石ゆき、俺たち、今どういう関係なんだ？北斗、知ってるでしょ？結婚はしたくない。これからもずっと。もし君も今は結婚したくないなら、恋人になってもいいよ。今みたいに、お互い好きでそばにいられればいい。未来の約束はしなくてもいい。でも、もしあなたが結婚をゴールにしたいって思うなら、ごめん、それはできない。今夜はこの辺で終わりにしよう。まあ、それも悪くないね。まずは恋人になろう。よかった。彼もまだ結婚したくないんだ。10年も待ってきた。この先一生だって待てるさ。あの日から、もう4日も経った。丸4日、彼女から一度も連絡が来なかった。弁護士って。そんなに忙しいの？いる？私、帰ってきたよ。嬉しい？嬉しい。晩ご飯、もう食べた？サンドイッチ買ってきたよ。帰ってそれで適当に済ませようと思ってた。僕が作ってあげるよ。検事なのに、野菜切ってるだけで、まるでグラビア撮影みたい。何見てるの？私の充電砲みたいに見てるでしょ？イケメンで料理もできるし。ね、どう？私、すごくラッキーじゃない？ねえ、黒川検事、本当に検事なの？新生赤でミー出身じゃないの？新生赤でミー。公務員は受け付けないよ。最近、なんで連絡くれなかったの？急な仕事が入っちゃって、毎日夜遅くまで海外と会議してたの。でも、君に連絡したら、どうしても会いたくなっちゃうの。わかったよ。もう怒ってないよね。怒ってないよ。ただ、僕も君のこと考えてた。北斗、ずるいよ。北斗。こういうのって幸せだね。どんなことが幸せなの？皿洗いも料理もできて、私を待ててくれるし、それに抱かせてくれる。明日ね、本当に忙しくないの？
どうしたの？もう洗わなくていいよね。片付けなくていいの？ねえ、見て。外はもう真っ暗だよ。で？黒川健治、こんな言葉知ってる？今夜のひとときは、お金じゃ買えないくらい大事なんだよ。1000金の価値があるんだから、損しちゃうよ。こんな時にまだ洗い物してるの？そろそろ一緒にお風呂入ろうか。どうしたの？北斗。ユミさん、今日の口紅、いい色ですね。素敵です。土曜日は家族の日だからな。必ず帰ってきて食事をするんだ。帰ってこなかったら、本当に人を送って迎えに行かせるぞ。父さんに文句言うなよ。事前に知らせなかったからって文句言うなよ。北斗。これ、反抗したの？おじいちゃん。さくらちゃんいらっしゃい。座ってね。男の人4人、食器6セット。他にも誰か来るの？遅くなってすみません。どうぞ、座って。さくらちゃん、久しぶりだね。小さい頃のこと、覚えてる？一緒にままごとしたよね。あの時はね、さくらちゃんが、俺の奥さん役だったよね。なおや。そうだ、直哉。立花グループの海外プロジェクトは順調だよね。順調ですよ。桜井家は、うちの一番大事中分主です。そうだ、さくらちゃん。立花グループは、青空法律事務所と、全面的な提携を結んだんだ。国際法務は全部、青空に任せることになった。そのプロジェクトの担当は、さくらちゃんだよ。え？私？まだ何も聞いてないし、それに私、まだ経験も浅いし、私には重すぎるよ。若者の経験って、やってこそ身につくものだ。直哉信じてくれてるし、事務所も推薦してるんだ。こんなチャンスはなかなかないよ。そうだ。プロジェクトの協力とか、全部ただの口実。結局、立花家と結婚させるためなんだ。お父さん、おじいちゃん、本当に手が込んでるよね。家族らしくしてくれなかったのに、今は私を他人に渡そうとしてる。笑っちゃうよ。さくらちゃん、お願いね。これからの国際法務は、全部任せるよ。立花社長、ご信頼ありがとうございます。提携については、事務所と確認いたします。必ずご期待に応えます。みんなでお祝いしよう。さくらちゃんに乾杯しよう。さくらちゃん、僕はストレートな性格なんだ。今夜の食事の意味は、君もわかってるよね。桜井家のご長老と、うちの父が、両家がもっと親しくなれたらって、僕もそう思う。俺たち、相性いいと思うよ。婚約の話を、そろそろ、進めたいと思ってる。立花さんって、率直でいいですね。じゃあ、私もストレートに行きます。一つ聞いてもいいですか？立花さん、あなたにとって、結婚って何ですか？結婚は、両家が、資源やは、畏敬を補完し合う、一番安定した同盟だ。もちろん、
もしパートナーが見た目も素敵なら、それはさらに嬉しいね。これが一番理性的で効率のいいやり方だ。標準的な答えだね。でも、私が欲しいものじゃない。立花社長、あなたが自分で満点の答えを見つけた時に、その時また話しましょう。婚約のことはまた今度話しましょう。ではまた。今夜はとても楽しかったです。面白い子だな、勇気。桜池と立花家針が一貫。刑が深すぎる。立花グループ使用プロジェクトは特に重要だし、強く結婚を拒否したら関係がこじれそう。桜池や青空事務所、乗り駅にも響く。困ったな。え、なんで来たの？家から追い出された子犬みたいだな。違うんじゃない？自分で匂いを辿って帰ってきたんだね。北斗にとって、結婚ってどんなもの？結婚って、愛が積み重なって十分になった時に、永遠の約束を交わしたくなるものなんだ。それは単なる恋愛のゴールじゃなくて、新しい愛のスタートでもあるんだ。二人が一番近い存在になって、これからの全部の未来を分かち合う唯一の形なんだ。北斗の答え、なかなかいいね。北斗、実は北斗が話してくれたような未来が、もしかしたら私もそんな未来を夢見てる。でも私には一生手にはいらない気がしてる。だから欲しくないってずっと自分に言い聞かせてた。ユキ、僕の家で一緒に住まない？同居って。もう君に追い出されたくないんだ。毎朝目覚めた時、君の顔が見たいんだ。君が仕事で遅くなる時、遅く帰る時。君のために明かりをつけて待っていたい。僕はね、二人だけの家が欲しいんだ。結婚しなくても君と一緒に暮らしたいんだ。黒川北斗。ねえ、知ってる？私の幼い頃の名前知ってる？ユウ？桜ちゃんよ。父の名字が桜井だから、子供の頃は家族みんなが桜ちゃんって呼んでたの。これからはあなたも桜ちゃんって呼んでね。わかった、桜ちゃん。いつこんなに色々準備してくれたんだろう。私がいつも使ってるスキンケアのブランドまでぴったり同じなんて。やっぱり慣れないな。そばに誰かいることに。大丈夫？もう起きてるの？よく眠れなかった？うん。ちょっと慣れてなくて。何が慣れないんだ？枕？ベッド？それとも、誰かがそばにいるのが慣れない？ずっと一人で寝てたから。じゃあ、これからは君が主寝室で寝てね。僕は客間で寝るから。でも、
そんなの気にしなくていい。ここは僕の家だ。ここは君の家でもあるんだ。無理して何かになれようなんてしなくていい。ありがとう。バカだな。僕と一緒にいることで君に辛い思いをさせたいわけじゃないんだ。北斗、この家のすべてになれるのが怖いんだ。そしてある姫を覚ましたら、また自分一人だけになってる。手に入れてから失う苦しみは、持ったことがない苦しみより何千倍も怖いんだ。むしろ最初から全部持たない方がいいのかも。さっきの報告会で、立花社長の目が、勇気にずっと向いてたよ。やっぱり顔がいいと、得するよね。そんなことないよ。立花グループの担当だから。ずっと私を見てるのはミスしないか心配してるだけだよ。ランチ行かない？立花社長、本来なら立花社長がいらっしゃったので、今日は私たちがご招待するべきですね。でも、午後に会議があって抜けられないんです。それなら、最初の案件が終わったら、私が青空事務所の代表でご馳走しますね。どうです？ブランド物だ。男物だよ。俺へのプレゼント。俺たちの初めての仕事の記念に。強引に距離を縮めようとしてる。このブレスレットは北斗のために選んだんだ。でも、彼もきっと気づいてるよね。私がもう一人じゃないって。まあ、いいか。ほんの気持ちです。今後ともよろしくお願いします。黒川検事長、ちょっと見てよ。いつも基礎上書いてるこの手が、最近皿洗いばっかりしてるから。ちょっと荒れてきたんじゃない？全部うちのためなんだよ。私のためにもしてくれてるでしょ？はい。これ、何？私たちの同棲生活が始まった記念のプレゼントだよ。いつまでもタダでいさせてもらうのは悪いしね。これ、家賃とお礼ってことで。家賃、お礼も込めて。気持ちでいい度だけど、受け取ってね。どう？好き？好き。勇気からのものなら全部好きだよ。うん。このブランドの品、値段的にも全然ちょっとしたプレゼントじゃない。またこうやって距離を置いてるんだな。さくらちゃん、いつになったら君が心の壁を完全に取り払ってくれるんだろう。ここも俺も君の帰る場所になってほしい。家賃を払うだけの狩りの住まいじゃなくて。お久しぶりです。黒川検事。立花社長。すごい偶然だね。二人ともセンスがぴったりだね。彼女がくれたんだ。ちょっと遊びでつけてるだけ。奇遇だな。俺も彼女からのプレゼントだよ。ってことは黒川検事の彼女もなかなかセンスいいね。お互い様ですね。立花社長、もし特に用がないなら、特に用事がなければ、ではこれで失礼します。じゃあ楽しんでね。またね。
黒川ほんとさ、二人とも。よくこんなとこで会うよね。彼女の趣味までそっくりなんてさ。いや、それは全然違うよ。俺のはもっと高いからね。ついに恋愛したな。27年間ずっと彼女いなかったのに、やっと恋が実ったな。めでたいな。俺たちにも彼女を見せてくれよ。じゃあ土曜日、時間あったら集まろうぜ。土曜日ね。わかった。彼女に聞いてみるよ。行こう行こう。続けてやろう。これ、あいつとお揃いの女物だ。二人何なんだ。まさか。ただいまー。ただいまー。今日スーパーでイチゴ、すごく良かったよ。買ってきたよ。何か探してる？シャワー浴びてくるね。時計外さなきゃ。ジュエリーボックスが見当たらないな。お腹空いてる？何か食べたい？お腹空いてない。ねえ。来週の土曜の夜、空いてる？毎週土曜日は必ず宮廷に帰って家族の日なんだ。親父が電話でもう何度も言ってたよ。土曜の夜は無理かもね。日曜はどうかな。日曜なら一日中空いてるよ。何する？いや、別に。まあ、友達がさ、みんな君に会いたいって言ってるよ。じゃあ、また今度にしようね。毎週土曜日は何か用事があるみたいだ。誰と会ってるんだろう。立花直也か。シャワー浴びてくるね。うん。さくらちゃん。今何してるの？私のこと会いたくなった？本読んでるよ。そっちはどう？もう終わった？まだだよ。退屈すぎる。ちょっとしたビジネスの付き合いだよ。さくらちゃん。こんなところで誰とこっそり話してるの？おじいちゃんが来てるからこっちに来てみせて。今はちょっとまだあるね。立花直也の声がする。友達から？君のその友達、どうやら家族には知られたくないみたいだね。立花社長、人の電話を盗み聞きするなんて全然紳士的じゃないですよ。それに私のプライベートな付き合いはいちいち社長に報告する義務なんてないでしょ。プライベートな付き合い？この業界で本当にプライベートなものなんてあると思ってるの？俺がすぐ後ろにいるのにたった数分すら隠しと押せないなら君は黒川北斗にどれだけ隠せると思ってるの？私たちの関係バレてたの？この界隈は狭いからさ、俺が知りたいことならすぐにわかるよ。俺たちの業界と彼の業界は全く別物だよ。黒川家は大々役人の家系で由緒ある家なんだ。金持ちと名家は全く別の次元だ。たとえ黒川北斗が君を受け入れたとしても、桜井家の複雑なビジネスや君の両親のあの派手な結婚劇までどう思う？考えすぎだよ。結婚するつもりなんてないよ。本当に無邪気だね。北斗ってどういう人だと思ってるの？ちょっと付き合って終わるだけの相手だと思ってるの？彼は27年間ずっと独身で、子孫活は驚くほど潔癖なんだ。彼がこの恋愛にどれだけ厳しく向き合ってるか、この業界じゃみんな知ってるよ。まさか彼がそんな軽い男だと思ってるの？立花家と黒川家って仲が悪いって聞いてるのに、なんでそんなに彼のこと詳しいの？昔はすごく仲が良かったんだ。でも今は
今は宿敵だ。いえ、同志の因縁の敵だ。もう3時間も経ったのに。彼は電話もしないし、何も聞かない。こんなに放っておいて平気なの？それとも全然気にしてないのか？無視されてるみたいで。と、いつめられるよりも辛い。おかえり。うん。こんな遅くまで起きてたの？うん。待ってたよ。君が帰ってこないと安心して寝られないよ。あれ？この人、本当に何も聞いてこないんだ。直哉のことも、それにこの酒の匂いも、よく耐えてるよね。体中お酒の匂いがするね。熱いお風呂に入ってきなよ。もう遅いし。うん。私に自由を与えてくれてるのかな？それとも私から話すのを待ってるのかな？口出ししすぎると逆効果かも。焦らなくてもいい。白石さんですね。黒川北斗の母です。白石さんですね。北斗の母でございます。こんにちは、お母さん。どうぞこちらへ。北斗、ちょっと呼んできますね。半月前に北斗が帰ってきて、彼女ができたって言ってたの。すごい弁護士さんだって。だからずっと会いたいと思ってて、機会を探してたの。でも今日来たのはね、少し直接お話ししたいことがあって、ちょっと堅苦しいかもしれないけど、親としてはやっぱり心配で。今の時代は同居も珍しくないよ。親の立場でもちゃんと理解できるから。でも譲れないこともあるの。例えば、ちゃんとした関係とか、家庭の安定とか。そこは変わらないからね。お母さん。北斗は昔から恋愛にはすごく慎重なの。本当に大切だと思った人じゃないと、自分の生活に入れないから。だから白石さん、心から二人がうまくいくことを願っているの。ありがとうございます。二人で、ちゃんと考えます。さあ、ご飯食べよう。お母さん。今日は無理やりプレッシャーかけに来たんでしょ？まあ、頭は悪くないわね。桜ちゃんはとても素敵な人だよ。で、彼女の家はどうなの？ちゃんとした家なの？10年前の立花家みたいなこと？また起きたりしない？見込んで同居なんて黒川家では今まで一度もなかった。ちゃんとした関係じゃないと認められない。頑張ってるよ。もう一つ言っておくわ。品行が正しい人だけが良い人や良いことに出会えるの。自分でしっかりしなさい。桜ちゃん、少し話そうか。何を話せばいいの？朝の母さんのこと？朝、お母さんがいたこと？朝のあの言葉が君を辛い気持ちにさせてしまったよね。でも知ってほしい。俺の家は俺の家で、俺は俺だから。でもあなたは家の息子だよね。子供の時からずっと幸せな家庭で育ってきた両親に愛されてきた。だから家は温かいものだと思うよね。家って温かいものだよね。でも私はそうじゃない。どこが違うの？8歳の時に両親が離婚したんだ。役所の入り口で
両親がそれぞれ私の腕を掴んで、どっちと一緒にいたいのって聞かれた。その時気づいたんだ。愛は消えてしまうものだって。さくらちゃん。それからオーストラリアに行ったの。ね、恋愛と再婚で忙しかったし、父はお金を送るだけで、あとは電話してくるだけ。帰国してお見合いをするように言われた。だから、私の記憶の中で、家は温かいものじゃなくて、引き裂かれる場所だった。ただ、孤独だった。さくらちゃん、君が傷ついてきたこと、ちゃんとわかってるよ。でも、君に温かい家庭をあげたいんだ。君を苦しめない家庭を。でも、知ってるの？幸せを感じるときはいつも怖くなるんだ。その幸せがただの一時的なものなんじゃないかって。ただの一時的なものなんじゃないかって。いつか君も消えてしまうんじゃないかって。俺は絶対にいなくならない。どうやって信じればいいの？橘家ではもう結婚をせかし始めてる。父と橘家はがっちり結びついてるの。陽家で結婚させたいみたい。北斗、あなたは優しい人だよ。でもあなたの家族が求めているのは家の主婦になれるようなお嫁さんなんだよ。私みたいな結婚にトラウマがある人じゃない。さくらちゃん、それは俺のことだから気にしなくていい。俺を見て、俺が大切なのは君だけだ。でも、私は気にしちゃうの。私のせいで周りに色々言われるのが嫌なの。家庭が複雑な女と結婚したって言われるのが嫌なの。あなたの将来や仕事まで私のせいで影響を受けてほしくないの。それは俺のことだから、俺は怖くないよ。でも、怖いの。北斗、もう別れよう。君が望むような愛は私にはできないんだ。最後は二人でボロボロになってしまうのは嫌なの。最後に二人ともボロボロになるのは嫌だ。どうして君を信じてるのかって聞いたけど、俺たちずっと前に会ってるんだ。君が覚えてないだけさ。ちょっと拭いてあげるね。大丈夫？ここで待ってて、薬箱取ってくるからね。うん。つまり、カフェでわざと人違いしたのね。そう。北斗、用心して一歩一歩進めてきたけど、全部計算してたんだね。でも、一つだけ間違えたことがある。私が欲しかったのは、決まった答えじゃなくて、ただ、あなたが、私のために一度でも衝動的になってくれるかどうかだったの。あなたの愛は条件があるから私にはあげられないの。私にとっては檻みたいなものよ。
さようなら、黒川さん。明るい未来になりますように。花も月も美しく、幸せが続きますように。黒川検事、まだ帰らないの？半月も毎日こんなに遅くまで体に気をつけてね。ありがとう。もうすぐ帰るよ。黒川検事、大丈夫ですか？顔色悪いですね。大丈夫。甘いものをやめてるからね。佐藤ダチの反応？あなたの愛って条件があるんだよね。私には無理なんだ。私にとってはオリだ。例えば、ちゃんとした身分があること。例えば、家庭の安定や保障があること。それはずっと変わらない。それは俺のことだから、俺は平気だよ。でも、怖いよ。おじさん。おじさん、こんな夜遅くにまだ外にいるの？おじさん。眠れないんだ。おじさん、元気ないね。前回、法律支援センターで、おじさんが私とお母さんを守ってくれた。その時、おじさんの目すごくキラキラしてた。今はおじさんの目、雨が降ってるみたい。なんでわかるの？私も悲しい時があるから、お母さんが教えてくれたんだ。思ってることはちゃんと話した方がいいって。おじさん、誰かを思ってるなら、ちゃんとその人に伝えなきゃね。白石勇気、今度こそ、もう計算しないよ。ここの温室、ずっと何年も、誰も来てないみたいだ。大丈夫？ここで待ってて。救急箱を取ってくる。あの少年、北斗だったんだ。10年前、全身傷だらけだった。一体何があったんだ？彼に聞かなきゃ。そんなに急いでどこ行くの？橘グループの補足契約もう読んだ。ちょっとしようがある。契約書は早めにやるよ。プライベート？黒川北斗、もう別れたって聞いたけど、まだすっきりしてないの？あなたには関係ないでしょ。昨日、桜井じいさんが俺に聞いてきた。俺たちのこと、いつ決まるのかって、親の前で騒ぎにならないように、みんなが気まずくならないように。橘社長が欲しいのは、桜井家の桜ちゃん？それとも私？どっちなの？俺が欲しいのは、この関係に全てを捧げてくれるパートナーだ。心も体も。ちょっと、何してるの？
立花直也。誰かに言われたことある？本当に幼稚だよ。北斗。本名で読んだね。悪くないね。違うよ。どんな風に？さっきのは予想外だった。そう、彼が。でもすぐに通しなかったよね。でも、同意したわけじゃないよ。ただ、びっくりして動けなかっただけ。俺は君の元彼だろう。じゃああいつは、今の彼氏なのか。ありえない。まだ婚約の話なんてしてるのか。このことは、まだちゃんと片付いてない。だから。今はあいつにキスされるのを許してるんだ。愛してなくてもいい。でも、堂々と彼と結婚できる。君は俺にだけ色々と縛るよね。それって公平なの？信じるかどうかは、あなたの自由だよ。言ったよね。誰とも結婚しないって。たとえ恋愛しても、私は自分が好きな人しか選ばない。俺に説明なんて、いらないよ。もう聞き終わったなら、もう私が聞くよ。私もあなたを探しに行くつもりだった。10年前、祖母が亡くなって一度帰国した。あの雨の日、傷だらけの少年に会って、私が温室に連れて行った。あれ、あなたでしょ？それが俺だったら。またやり直したいわけ。だから何？10年前の人、もともと気にしてなかったよね。こんな時間に、もしかして、私に会いに来たの？ごめんなさい。わざとじゃなかった。悪いけど、これは俺の私物だ。他人に触られるのは嫌なんだ。これは俺のものだ。たとえ壊れても、俺のものだ。今日私に会いに来たのは、もしかして、タイミングが悪かったから？今は復縁の話なんてできない。たまたま通りかかっただけ。ついでに様子を見に来ただけ。すみません。お邪魔しました。あいつ、本当に器が小さいな。さっき、わざとやったでしょ？最近、みんな俺のことを笑ってたんだ。婚約者なのに。君のキープ扱いだってさ。俺も別にどうってことないし、現実を分からせてやっただけさ。例えばね、俺と君が本当のカップルだってこと。あいつはもう諦めればいい。立花社長、大人の男女がキス一つ。別にどうってことないよ。そうか。でも北斗はめちゃくちゃ気にしてるみたいだよ。前にも言っただろ。子孫活がちゃんとしてる人には簡単に関わるな。面倒なことになるぞ。俺がいるから北斗は君に手出しできないよ。あんたがいなくても北斗は私に何もしないよ。あんたが気にしないのはそもそも私のこと好きじゃないから。もう青空事務所には来るな。立花グループの業務担当が必要だ。君がこれから毎週1日空けて俺に報告しに来い。俺の友達、村上雫離婚の裁判が必要なんだ。ちょっと頼むよ。立花社長、私は国際案件専門の弁護士です。民事訴訟はやっていません。だからさ、これは頼み事だよ。依頼じゃないから、ちゃんとやれば、立花グループの業務は、君たちの会社に戻してやる。ありがとうございます、立花社長。俺さ、来月、家族が婚約を決めちゃったんだ。青木さやかがどんな顔してたか、知ってる。泣きもせず、騒ぎもせず、ただうなずいただけで、彼女が言ったの。雄一、わかった。別れよう。
そのまま行っちゃった。今でも彼女に会えないんだ。北ちゃん、どうしたの？俺ばっかりずっと喋ってるのに、一晩中一言も喋らないなんて。俺の隣に座ってるのに、まるで空気みたいじゃん。何を言ったらいいんだろう。人の気持ちを平気で踏みにじって、遊び半分で人と付き合って、それで被害者面するの。そんな風にして、人に対して無責任だって思わないの？心あるの？俺のこと？なんか、ちょっと変じゃない？まあ、そうだな。彼女を服みたいに次々と変えて、心ないやつだな。この前お前の彼女って、桜井家の娘だって言ってたよな。二人で喧嘩したのか、俺に八つ当たりしてるの？俺が振られたんだ。もう別れた。女の人なんてさ、たとえ、彼女と名親が何もなくても、彼女の立場なら、お前の両親は、きっと認めないよ。でも恋愛ってさ、大事なのは、二人そのものだよ。他のことなんてどうでもいい。外の事情なんて本当にどうでもいいの？じゃあ、彼女はお前を愛してるの？そんなことを考えたこともなかった。多分彼女は俺のこと好きじゃないのかも。あるいは、俺ほどには愛してくれてないのかも。だったら彼女が君を好きじゃないなら、それなら原因は自分たちの中にあるってことじゃん。じゃあもう悩む必要ないじゃん。白石先生、もう着いた？早く来て、あの女見つけたよ。あのクソ野郎村上剛。しょっちゅうここで、温泉もいらでこっそり会ってる。早く来て、一緒に中にはいるよ。あいつ、ぶっ飛ばしてやるから、全部取って、証拠にするから。村上さん、証拠を集めるなら、必ず合法な合法でお願いします。証拠の動画はとても大丈夫ですが、暴力で証拠を取るのはダメですよ。村上さん、どうしても手を出したいなら、まず確認してみてください。相手の周りにカメラが設置されているかどうか。村上剛、よくもそんなことを。村上剛、ほんと最低。私に隠れてよくもそんなことを。財産を移して愛人に使うなんて。話して。ラナさん、あなたのことなんて愛してないよ。みんな、やめて。私たちの縁は本当に深いのかな？それとも、愛情があるのに縁が薄いのかな？あんた誰？村上さんの代理人です。青空法律事務所、白石祐希です。この件、警察沙汰にしたいのか、それとも穏便に済ませたいのか？ここの共用スペースは全部カメラがついてるよ。村上さん、奥様とこの女性とのことがもし広まったらビジネスにも影響が出ますよ。お子さんも学校で周りからどう見られるか考えたことありますか？それで本当にいいんですか？あなた、立花直也が派遣した弁護士なのね。てっきり彼の味方かと思ったけど、意外とやるじゃん。皆さん、まずは一旦ここを離れましょう。村上さん、今後の離婚訴訟については法廷でお会いしましょう。気づいてる？さっきのあなたの様子が10年前と本当にそっくりだったよ。白石祐希。マジか。桜井家の三女なのか。奥ちゃん、紹介してよ。玲子さん、ご依頼を受けております。黒川健二と墓尾見知りなだけです。なるほど。白石先生、この人が玲子さん。北斗のいとこだよ。彼女のおばあちゃんと北斗のおばあちゃんは姉妹なんだ。東の区とか、十条の商店街も、西港のオフィスビルさん等も、あと、0708とか、全部玲子さんの家主さんなんだよ。玲子さんは、まだ私を信頼していないみたいですね。こういうこと、事前に知らせて欲しかったです。だってあなたは立花さんが送り込んだ人だから、全部を信じるなんて無理よ。北ちゃんと知り合いなの？今日はケンジってことも気にしてないのよ。村上剛なんて最低なやつ。何年もずっと浮気してて、私はずっと我慢してたのに、今日は立花直也が証拠を渡してきたの。私取り婚したがってるし、私の財産を奪おうとしてる。
村上家を弱めようとしてるの。奥ちゃん、ちゃんと警戒してね。だからさ、女を狙うような男は、さっさと縁を切った方がいい。ほらほら、行くよ。ちょっと、何すんの？やめてよ、引っ張らないで。熱あるね。薬買ってくるね。僕のこと忘れてなかったんだ。気にしなくていいよ。さっきお酒飲んだから薬は無理なんだ。どうしたらいいの？どうするつもり？痛い？痛くない。嘘。体の痛みは感じないんだ。でも、ここが本当に痛い。なんで手を出したの？検事なのにそんなことしていいの？もし向こうが問題を解決する気なんてなくて、ただ揉め事を大きくしたいだけだったら？でも、人の気持ちをもてあそぶなんて絶対に許せないし、しかもそれが自分の姉さんだったらなおさらだ。僕は検事だけど、でも人間なんだ。向こうが和解する気がないなら、僕が責任を取るよ。それが一番公平だ。どこにいても、僕はただ公平が欲しいだけ。あの日、事務所に来てくれた時、何か話があったの？君を取り戻したかった。ふん、情けないよね。君と直哉のことを考えると、どうしても平常心でいられないんだ。その時やっと分かったんだ。君への気持ちが純粋に君を独り占めしたいって思うくらい、君が他の人と親しくするのは受け入れられない。こんな素敵な綺麗な笑顔が僕のものにならないかもしれないって思うと余計に胸が痛くなる。でも俺がまた君のところに行ったとしても、君が戻ってきてくれるって思える根拠なんて俺にはないんだ。本当は聞きたいんだけど、本当に私のこと10年も待っててくれたの？でもね、その答えを聞くのが怖くて。キスしてもいい？キスしていい？前の北斗なら絶対そんなこと言う人じゃなかったのに、異性的なからに包まれて無敵だった北斗が今は変わったね。先に部屋で休んでて、私が解熱シート買ってくるね。安心してすぐ戻るから、いい子で待っててね。フロントが漢方薬を。それと西洋薬も持ってきてくれたよ。明日の朝、酔いまさめたら飲んでね。まずは体を冷やしてみよう。1時間様子を見て、まだ熱が下がらなかったら、病院に行こう。もう、私に移す気なの？仕返ししてるの？俺たちに何か根に持つことある。何度も俺をからかったのが、俺たちの仕方き。口では結婚したくないって言ってるけど、本当は違うでしょ？結婚したくないって言って、嘘ついて私を家に呼び戻したよね。ちゃんと円満に別れたんだから。じゃあ、直哉が、君にキスしたのも仕返しなの？あれは彼が子供だっただけ。私は結婚したくないし、子供も欲しくない。でもだからって、恋愛に対して不真面目ってわけじゃないし、パートナーに対しても一途だよ。なんで笑ってるの？今は、
俺は今も君のパートナー。怖くないよ。もう君に無理やり何かさせたりしない。どんな形でも、そばにいてくれれば、それが一番幸せ。冷やしてみたらすぐ良くなったよ。仕事行ってくるね。私たちって今何なの？はっきりしない。もやもやする。こんなにズルズルしなきゃよかった。今日だけでもう5回も。そのチャット開いてるよ。送りたいなら送っちゃえが。見てるだけじゃ意味ないよ。あ、私、試験の資料見てただけ。あれ？白石先生じゃない？入り口にいるあの男の人、誰？もしかして彼氏？彼女、立花社長と付き合ってるって聞いてたけど、この前、みんなの前でキスしてたよね。でもその後、自分は独身だって言ってなかった？なんでここにいるの？なんか元気になったみたい。もう風邪治ったの？癒したら結構聞いたよ。仕事終わったから、帰り道に君の顔見たくて寄った。検察庁からここって、通り道じゃないでしょ。今日は通り道ってことで。これ、俺の家族カードだよ。お金足りなかったら、遠慮しないで使って。そんなに気を使わなくていいよ。昨夜のお世話の、お礼だと思って。お金が足りないってわけじゃないよ。だから、リーコン弁護士になったんだよね。こんなにたくさん仕事を受けて、海外案件だけでも十分忙しいんじゃない？いや、ほんと大丈夫だから。お金はちゃんと足りてるよ。立花さんが無理やり押し付けてきた仕事なの？まあ、そうでもないかな。要するに、顧客との関係を保つためのちょっとしたことだよ。やれやれ。もしかして僕の金が映っちゃった？違うよ。季節の変わり目なだけ。季節のせいだよ。タクシー来たから、そろそろ帰った方がいいよ。先に行くね。バイバイ。昨日の夜のキス。君も俺のこと好きなのに、俺がまだ十分じゃないんだ。薬忘れずに飲んで、ゆっくり休んでね。白石さん、お昼ご飯ですよ。ありがとう。ご飯ちゃんと食べてね。白石さん、少しお話ししましょう。村上さん、リカコン訴訟のことで財産分割についてですよね。来週の火曜日にお約束してましたよね。離婚の話じゃなくて、弟のことについてはなしに来たの。うちの弟はね、子供の頃から口数が少なくて余計なことは言わないんだ。
辛いことがあっても全部自分で抱え込む。彼は一人の人を好きになったら10年間もずっと思い続けるんです。それでも何も言わない。10年も。この思いは重すぎる。彼とあなたのこと。最近になって初めて知ったんです。彼が何度も風邪をぶり返してるの。毎日体調悪いままで働いてる。熱がどれだけ高くなったか知ってる？あんなに具合が悪いのに、毎日わざわざ東のから西のまであなたの家の前で2時間も待ってたのに。なのにあなたは何も言わなかった。結局彼は一人で帰った。白石さん、私と弟は子供の頃からずっと一緒に育ってきました。彼がこんな風になるの初めて見ました。もしも彼のことを思っていないなら、弟にはっきり伝えてあげて、きっぱり終わらせてほしいの。できる？それなら、どうすればいいの？二度と彼にも、期待を持たせないで。本当は入りたくなかったけど、白石さん、ずっと家を離れていたから、知らないこともあるみたいね。橘家と黒川家はずっと敵なんです。桜井家も同じなんですよ。北斗の父親、黒川正宏は10年前に大規模な経済詐欺事件を調査していたんです。その調査の対象は、橘家次男だったんです。結局、橘家次男は事故で亡くなりました。事件のせいで亡くなったんです。法律を知ってるのに悪いことをして、もう逃げ場がなくなって、法律の裁きを恐れて、飛び降りて自殺するしかなかったんです。商売の世界ってさ、一度崩れるとみんなバラバラになるんだよ。橘家はすぐに経済危機に陥って、資金繰りも行き詰まった。あなたの父親、桜井社長だけが義理がたくて。あの時、手を差し伸べてくれた橘家は、なんとか持ち直したんです。橘家はここ何年も、桜井家にひどいことばかりしてる。家庭の問題にまで。橘直也が口を挟んで台無しにしようとした。橘家が黒川家に。今こんなことをできるのは、全部桜井家が手を貸したからなんです。橘家次男は、黒川家に調査をやめさせようとして、脅しただけでなく、さらに北斗を誘拐して、ひどい目に遭わせたんです。これで、わかった？今、わかった？あの時だったんだ。何年も経ったけど、私たちは橘家とは干渉しないつもりだったの。もともと白石さんに訴訟をお願いしたのは、橘直也の本当の狙いを探ってみたかったからです。でも今は、私の訴訟は、もう白石さんにお願いしなくて大丈夫です。そういえば橘さん、こんなに綺麗な人なら、二股なんてしないよね。今、彼はどうしてるの？そんなに具合が悪いの？私も冷静になりたい。多分、私を落ち着かせてくれる人は、現れてはいけなかった。何するのよ。家に連れて帰って食事するぞ。メッセージ送っても返事しないし、だから自分で迎えに来たんだ。返事しないのは忙しいからよ。正気かよ。乗って。あ。俺には返事しないくせに、黒川北斗とは毎日みんなの前でイチャイチャしてるんだろう。俺になんか芋を湧きすれば気が済むのか。今、うちの仲間の間では、お前に振られたって噂になってるんだ。俺は会社に行かないし、お前も報告に来ない。もうメッセージ送ったし、秘書にも伝えてある。契約まだ整理中だから、来週の月曜に行く予定だよ。いいわけすんな。俺は橘直也だぞ。こんなこと、今まで一度も、誰かの引き立て役になったことなんてない。もう結婚しないってまで言われてるし。結婚で得することしか考えてないでしょ。結局、家柄が合う嫁さんを探してるだけなんだよね。家に連れて帰って飾りみたいに置くだけ。結婚前は財産の交渉ばかりしてさ。結婚したらそれぞれ好き勝手に遊ぶだけ。
この業界、みんなそんなもんだろ。弁護士なんだろ。家族法じゃなくてもさ、そういうの、よく見てるでしょ。私は結婚しない主義だから。でも遊び人じゃない。あなたみたいに本気にならない男には、同じように遊びで付き合う人なら、それなら別にいい。もし本気で付き合う人に出会ったら、それならちょうどいいじゃん。どうせあなたは私に本気になることなんてないでしょ。あなたは知ってるのに、どうして村上雫と合わせようとしたの？私にわざわざ、あなたと村上家の関係を見せたかったんでしょ。あなた、私のこと嫌いなんでしょ。他の人が言った方が、俺よりよっぽど役に立つだろ。私たちが付き合うなんて絶対ありえない。立花家と黒川家が、どんなことがあっても、私の選択を左右することはない。黒川北斗となら付き合えるのか。なんでまた黒川北斗なんだよ。俺のものは何でも、黒川北斗に取られるのかよ。お前、黒川北斗と知り合ってどれくらいなんだよ。あいつがどれだけ腹黒いか、本当に分かってるのか。止めて。止めてって言ってるの。さくらちゃん、びっくりした。怖がらないでごめんね。遅くなってごめん。全部俺のせい。もう大丈夫だよ。行こう。勇気。俺と彼女が結局うまくいかなくても、彼女が選ぶのは絶対にお前じゃない。そんなに断言できるのか。お前の家、もう潔白になったのか。よく来れたな。俺たち親友だったよな。俺の錦とお前の父さんも親友だった。なのに、なんで黒川家はうちの家族にこんなことしたんだよ。父さんはただ職務を果たしただけだ。法にのっとって調べただけだ。父さんは何も悪くない。悪いのは立花家次男が法律を破ったからだ。へえ、黒川家はそんなに清廉潔白なんだな。黒川北斗、もう二度と俺の前に現れるな。直哉、錦みたいにはなるなよ。綺麗な人間になれよ。消えろ。10年前、お前に言ったことだ。絶対に忘れるなよ。さくらちゃん、俺は君との関係を体だけの付き合いにはしたくないんだ。例えとく別な関係じゃなくても、友達より少し近いくらいでもいい。何かあったらいつでも俺に頼ってほしい。もし俺が仕事終わった後にちょうど君を迎えに行ってたから、偶然あいつの車に出会ったんだ。さっきのことだけど、今思い返してもまだゾッとするよ。君の家と立花家のこと、全部知ってるよ。もう終わったことだよ。今はもう大丈夫だよ。気にならない？うちが、立花家の再建を手伝ったこと。俺が好きなのは、君という人なんだ。どんな家庭の出身でも、たとえごく普通の家庭でも、本当に普通の家庭でも、俺は気にしないよ。じゃああなたのご家族は、私の家族のことも気にしないの？今の黒川家なら、たとえ縁組しても、それはただの彩りみたいなものさ。
その彩りがあってもなくても、俺の将来には何の影響もない。俺はまだそこまでダメな男じゃないよ。心配しないで、俺ならちゃんと説得できるよ。でも、言いたいミングと時間が必要なんだ。君が俺と一緒にいてくれるなら、俺は本当に嬉しいよ。また気づかれちゃった。でも、元気になってよかった。もう全部大丈夫だよ。君が会いに来てくれたね。昨夜、家族に西山の宮廷に食事に呼ばれたんだ。家族が僕の熱がひどいのに気づいて、強制的に休みを取るように言われて、携帯もオフにして静かに休むようにされたんだ。昼に薬を飲んで、夜までぐっすり寝てたんだ。どうしたの？私に何か用？別に、ちょっと顔を見に来ただけ。体調少し良くなった？もう大丈夫だよ。北斗。もし私が10年、戻らなかったら、それでも待っていてくれる？そんなこと考えたことない。現実に即して答えるよ。もし君じゃなかったら、少なくとも10年は、その後もずっと、他の誰かを選ぶことはない。そんなこと考えたこともなかった。自分でも知らない未来の中で誰かが密かに私を愛してくれていたなんて。知ってるよ。うん、知ってる。重い気持ちって、君にとって、窮屈に感じるかもしれない。だから、僕は、君のデート相手でいるだけでいい。君が気楽でいられるならそれでいい。そんなの、北斗にとって、ちょっと不公平じゃない？君が僕の人生に関わってくれるだけで、それが、僕にとっては一番の公平なんだ。おお、今日はなんだか輝いてるね。そうかな？風邪が治ったからかも。もしかして彼氏と一緒だったんじゃない？おめでとう。何がめでたいの？婚約するんだって。今朝、上司がポロッと言ってたけど、昨日の夜、橘社長が自分で電話してきて、来月には、勇気と婚約するんだって。やるじゃん。勇気。いつの間にか、橘社長をものにしちゃったんだね。本気なの？なんで私婚約のこと知らなかったの？俺たちの関係なんて、もうとっくに決まってることだろ。昨夜、両家の親が電話ではなして、正式に決まったんだ。うちと桜井家の関係は、もう10年以上深く結びついてる。君は、俺にとって一番ふさわしい結婚相手だ。もしそうじゃなかったら、北野にはトップの法律事務所が、10何社もある。なんで俺が、青空事務所と契約すると思う？私たち、そんな関係じゃないから。桜井家のためにやってるだけだ。なんでなの？あんたも結婚したくないくせに、なんで私にまで面倒かけるの？なんで俺が結婚したくないって思うんだ。もし俺が君に一目惚れしたら、君じゃなきゃ絶対ダメってなったら。これからは、不可情キャラやめてよ。マジで気持ち悪い。はっきり言うけど、あんたはどんな手を使ってでも、黒川家に仕返ししたいだけでしょ。全部奪いたいんだよね。婚約なんて絶対無理。でも、橘グループと青空事務所の契約については、全力で、あなたに最高の法律サービスを提供します。もし事務所を変えたいなら、それも尊重するよ。あなたは私が分かってないって思うかもしれないけど、でも私は、業績のために自分を差し出すなんて絶対しない。そんなの割に合わないから。できることなら、私はもちろんそうしたい。これからもパートナーとしてやっていきたい。もちろんあなたが良ければ、友達になるのもいいと思うよ。君のおかげで俺も黒川北斗も、業界の笑い物になったな。大したもんだよ。彼は笑い物なんかじゃない。私は彼のことが好き。彼のこと、ちゃんと分かってる。彼を手に負えると思ってる。どういう意味？あの年黒川北斗は、まだ17歳だった。でも橘家次男を死なせた件には、彼も関わっていたんだ。告発、結婚拒否の告発。橘家次男は確かに、あの時、
北斗を誘拐して黒川家を脅したんだ。でも、実は俺がこっそり北斗を逃がした。で、あいつはどうしたと思う？真っ先に家に帰ることもせず、逆に姿を消したんだ。結局、橘家次男は誘拐の容疑で、警察に逮捕されて検察庁に起訴された。そして、経済事件まで明るみに出たんだ。北斗はずっと慎重で計画的なタイプだ。俺から見れば、君がどんなに頭が良くても、あいつにはかなわないかもしれない。私は彼と話してるのは気持ちのことだよ。ビジネスの駆け引きじゃないし、わざわざ敵になる必要なんてない。そこまで彼のこと好きなの？合わないって分かってるのに、それでも飛び込むつもり？好きって生理的なものだよ。合うかどうかは損得を考えて決めること。これって全然別の話なんだ。好きってさ、本当はすごくシンプルな気持ちなのに、それすら何度も迷うなら、もう好きじゃないってことかもね。今好きならその気持ちを楽しめばいい。明日何が起こるか誰にもわからないから。だからさ、無理しない方がいいよ。もしもし？俺、ちょっとやりたいことがあるんだ。何するの？もしかしたら君を怒らせるかもしれないことなんだ。実は、私も君にまだ言ってないことがあるんだ。もしかしたら君も怒るかもしれない。俺には怒る立場なんてない。だから安心して、君な何をしても構わないよ。またかわいそうぶってる。黒川北斗、あいつはずっと用心深い人間だ。僕には怒る資格がないから、だから心配しなくていいよ。さくらちゃん、ちょうど来てくれたね。こちらの黒川検事がね、何か話があるみたいだよ。さくらちゃんも一緒に聞いてみて。突然お邪魔してすみません。本当にもう仕訳ありません。まず最初に、自己紹介をさせてください。黒川北斗です。北の口方検察庁の検事です。今日は、正直にお話ししに来ました。自首ってこと？何か悪いことしたの？さくらちゃんと僕の噂、多分皆さんも聞いていると思います。どんな噂なの？最近、うちの界隈で噂になってるよ。さくらちゃんと黒川検事、最近親しくしてるみたいって。俺も聞いたんだけど、橘さんが浮気されたらしいよ。やめなさい。今日ここに伺ったのは、一つ誤解をはっきりさせたいことがあるからです。ちょっと待って。私が先に説明します。帰国した初日、ちょうど彼がお見合いを嫌がってる時に出会ったんです。彼は私を自分のお見合い手だと勘違いして。だから流れに任せて彼と一緒に抜け出したんです。ほんの30分だけだったけど、私が先に彼にアプローチしたんです。だから、橘さんに会う前から、私と黒川検事は関係があったんです。不幸だと責められていることも。実は俺が先に、彼女に惹かれたんだ。彼女に連れて行かれたのも俺がそうさせた。今のところ俺たちは、結婚しないって決めてる。全く意味がない。いつでもサインできる。結婚しないの？そう、私たち結婚は考えてない。じゃあ、今日ここに来たのはどういうつもりなんだ？ご家族の皆さんに、私は、お知らせしなきゃいけないと思ってます。結婚しないことを前提に、付き合っています。そういう関係です。恋愛関係じゃないの？今はまだ正式な立場はないんだ。前はあったの？あった。でも、俺が自分で終わらせた。黒川北斗だよ。北野の仏みたいなやつ。良くもなく何も求めない。そんな有名な高嶺の花が、あんたのために限界を超えてるんだ。子供の頃からずっと聞いてきたのは、結婚を前提にしない。恋愛なんて全部ふざけてるってことだけだ。今日はちょっと新鮮だな。二人ともふざけてるな。おじいちゃん、お父さん、お兄ちゃんたち、今日帰ってきたのは、婚約を取り消すためです。橘家と桜井家の縁談はずっと前から決まってたんだ。そうだ。無理に急がせなかっただけだ。急いで予定にしなかっただけだ。私がはっきり断らなかったのは、直哉とのお見合いも受けたのは、みんなにずっとお見合いをセッティングされるのが嫌だったから。直哉じゃなくても誰でもいいって感じで、次から次へとお見合い相手が出てくるし、本当にうんざりだ。本当は、とりあえず引き延ばそうと思ってた。でも、まさか橘直哉が突然結婚するって発表したの。お父さん、そのこと、私は事前に知らなかった。
直哉と結婚して、立花グループの奥さんになるって、何が悪いの？結婚しないってどういうことだ？は？桜井家、立花家に頼らないと生きていけないの？もし結婚して、ほんの数日ですぐに離婚しちゃったら。父さん、持たせてくれたよ名義道具。全部取られちゃうかもしれないよ。今日はもう立花直哉にははっきり伝えた。商売はなくても義理は残るっておじいちゃん。まだ商売のこと気にしてるなら、それならおじいちゃん立花直哉を3人目の孫にしちゃえば？家に来たタイミングで家族の序列を考えたら、彼、私のことお姉さんって呼べるよ。ゆき。私は結婚しない。直哉とは関係ない。小さい頃から普通の家庭の温かさを感じたことがない。だから、私はうまく愛情を育てられる自信がない。一人でこの先どうするんだ？一生一人でいるつもりか？直哉なら、少なくとも一番無難な選択だ。そうだ。桜井家がついてる限り、あいつモテ出しできないよ。私を物みたいに扱わないで。勝手に取引しないでよ。父さん、もう私を無理に押し付けないで。もしまた私に強く迫ったら、すぐオーストラリアに帰るから。この先、ずっと会えないよ。彼女を無理に押し付けないでください。俺はまだ彼女に会いたい。この世で、誰も一人ぼっちで生まれて、一人ぼっちで死ぬ人はいない。物事って最後は、結局、そんなもんなんだよ。安定。私にとっては、物事の流れに合ってないんだ。でも、北斗は、なんだか、人生の流れの中の特別な存在みたい。私たちが十分にできていなかったんだ。だから結婚に対して心が離れてしまったんだね。でも幸せな結婚もたくさんあるんだよ。君が結婚しなかったら、誰がずっと君の面倒を見るんだ。僕が、たとえ結婚しなくても、彼女のことはずっと僕が守る。彼女が安心して暮らせる場所を用意する。ちゃんと誓約書にもサインする。生涯保証する。お二人は、一体何しに来たんですか？婚約は解消します。立花家と桜井家が婚約するって聞いたから。だから、ちゃんと伝えに来た。今僕は、桜ちゃんの唯一のデート相手です。桜井おじさん、もし桜ちゃんが立花家に嫁ぐことになったら、本当に、立花家に、心から安心できますか？あの二人何なの？黒川検事、かっこよかったね。まだ正式な関係でもないのによく家まで乗り込んできたね。今日私が怒るかもって言ってたのってもしかしてこのこと？君が怒ってないならそれで十分だよ。まだお礼も言えてないくらい感謝してる。婚約のことなんだけど、私も今朝初めて知ったの。事前に知らせてなかった。怒ってないよね？立花家と桜井家は付き合いもあるし、僕が怒ったら君が困っちゃうだけだし、僕が突然家に行っても怒ってないってそれだけで嬉しいよ。今日は一人で4人相手にした。もうヘトヘトだった。危うく喧嘩になりそうだった。でもあなたがいてくれたから、黒川検事。今のあなたってまるで私の充電器みたい。俺のバッテリーはもうフル充電だよ。いつでも君が取りに来てくれていいよ。どこをスキャンしたらお支払いできるの？ここでいいよ。君のだよ。いつでもいいよ。もちろん。なんでこんなに優しいの？どこがいいの？全部いいよ。顔もいいし、性格もいいし、センスもいいし。どこも全部私の好みにぴったり。でも、本当にそれでいいの？私と一緒にいることがずっとゴールがないんだよ。もう形なんて求めてない。欲しいのは君だけ。君と一緒にいられるだけでいい。結婚の証なんてなくてもいい。君が何を怖がっているのか、ちゃんとわかってるよ。だから君には、たくさん愛を届けたい。いつか、君が自信を持てる日まで、失うことを受け止められるように、自分でちゃんと感じられるように、自分がどこにいても、負けても大丈夫だって思えるように。今日、クリスマスイブか。うちの家族は昔から、中国の伝統的な祝日しか過ごさないんだ。私もこの日を特に祝ったりしないよ。海外にいたから、こういうイベント好きなのかと思ってた。普段は特にイベントとか祝ったりしないよ。
子供の頃、オーストラリアに引っ越してからは、家を出入りするときは、いつも家政婦さんと運転手が送り迎えしてくれてた。大人になってからはさ、一人でいるのが普通になっちゃった。イベントとか普通の人変わらないよ。これからの全部のイベントは、全部君と一緒に過ごすよ。おい、Yの日はさ、やっぱり夜更かししないとね。夜遅くなっても、そばにいてよ。帰ってほしくないな。え、何これ？これが俺が言ってたやつだよ。君が怒るかもしれないことなんだ。北斗。もし今日桜池に帰らなかったら、自分から来たことを言ってくれた？言わないよ。ライバルのことは、君に知らせる必要はない。そんなに自信満々なの？私が入れてあげると思ってるの？エロいな。まあ、ちょっと恥自信ある。話して。このことをいつから考えてたの？君と一緒にいられるなら、それだけで十分なんだ。ずっと君と一緒にいたくて待ちきれなかったよ。それにね、人って甘いものがないとダメなんだよ。糖分は、生きるための大事なエネルギーだから、長期的に甘いものが足りないと、エネルギー不足になって、神経に影響が出て、命に関わるよ。君は弁護士なんだから、俺のこと放っておかないよね。最近、恋愛講座でも受けたの？前回の失敗から学んだだけさ。君はいつでも俺の家から出ていける。でも俺は君からはなれない。愛する主導権は俺にあるんだ。やれやれ、ほんといつもおかしいよね。私の方がダメな人みたいじゃん。どうしたの？つま先、ぶつけちゃった。見せて見せて。よかったよかった。傷もないね。ちょっと、揉んであげるね。私の質問、まだ答えてないよね。どんな質問？いつからこの家にはいるつもりだったの？君に追い出されたあの夜から、ずっと考えてたんだ。もしここに堂々といられたら、そうできたらよかったのに。この前のこと覚えてる？君が家を出て行った時、怖くて帰れなかったんだ。あの家のどこを見ても、家のどこを見ても、君の痕跡が残ってて。だからその時に決心したんだ。もう自分に、君を思い出すような機会は作らないって。だから準備し始めたんだ。じゃあ、もし私がずっと譲らなくて、ずっと君を追い出し続けたら？それでも、ずっと待つよ。待つのは兵器だから。ありがとうね。ずっと私に向かってきてくれて。これは自分で決めたことだから気にしないで。普段も制服なの？仕事の日は制服、休みの日は祝福だよ。なんか私服、あんまり持ってないんじゃない？着られれば、それでいいよ。それじゃ面白くないよ。こんなに素敵なのに、もっといろんな服を着てくれたらいいのにって思うよ。制服以外だと、せいぜいシャツの色やで、ザインを変えるくらいかな。君が選べる範囲も、そんなに広くないよ。シャツの色変えてよ。もっといろんな色にしてみて。私が選んであげるからね。私が選んだ色は、ちゃんと着てよ。君がちゃんと服を着せてくれるなら、それだけで満足だよ。北斗絶対恋愛スクール通ったんじゃない。もう痛くないよね。この家のインテリア、君っぽくないね。
ここは兄の家なんだ。私はただ借りてるだけ。どうして自分で家を買わないの？そんなの面倒くさいし、ずっと同じところに住んでるとつまらないよね。今みたいにいつでも引っ越せるし、新しい場所にもすぐ行けるし、新しい生活を感じられるし、素敵だよね。もしかして、結婚したいって思ってるのかな？でも、家に頼りになる人がいるのも、悪くないかもね。今日はどうしてこんなに遅くまで仕事してたの？明日はいよいよ大晦日だね。プレゼント用意してるよ。前にも地盤が割れちゃったから新しいの買ってきたよ。はい。これ、恋人の橋って言うんだ。北斗、これからの日々は朝の光も夕暮れの月も二人で分かち合えますように。いつも一緒に。大晦日おめでとう。僕も君に渡したいプレゼントがあるんだ。おう、晦日おめでとう。これって、僕たちの家だよ。私たち？うん。最近ね、このマンション、買ったばかりなんだ。今日チェックして、もう住めるってなったよ。春節明けに、一緒に手続きしに行こう。君の名前も書こう。君のために準備したんだよ。すごく広い。クローゼットだよ。いっぱいはいるよ。たくさんの素敵な服がしまえるよ。アクセサリーやジュエリーも何が好き？君の好きなものでいっぱいにするよ。どう？本当？結婚しない宣言。北斗。私って優柔不断だし、無責任だし、私と一緒にいると大変じゃない？辛い思いしてない？うちの白石先生、やっと両親が芽生えたか。君の黒川検事は、びっくりしちゃうよ。そんなこと言えないよ。私にそんなに優しくしてくれていいの？これからは、ここが私たちの家なんだね。うん。先に約束しようね。喧嘩しても、家ではなしだよ。じゃあ、もし喧嘩しても、この家の中で、お互いにらめっこしようね。せいぜい君は2階で寝るくらいかな。俺はソファーで寝るだけさ。北斗、私たち、ずっと一緒にいられる？もちろん、ずっと一緒にいるよ。じゃあ、これからも今みたいに、私のことをずっと好きでいてくれる？まさか、うちの白石先生がそんなこと聞くなんて。まだ彼氏として認めてくれないのに、心配するのは、俺の方じゃない？さくらちゃん、これから、どこまで遠くに行っても、ずっと帰ってくる場所があるよ。北斗がいる場所が、私の帰る場所だよ。
北斗、この家、もしかしてすごく高いの？何年払いなの？河野医の積立金ってどれくらいあるの？私も一緒に返済するよ。知ってる。近くの港の市にあるシルバータワーのこと。港の市の一等地？一番高いオフィスビルがどうしたの？あと北の市も最強通りの商店街もね。ブランドショップがいっぱいあるよね。ほんと、ここってめちゃくちゃ高いよね。祖母が亡くなった時、そのエリアは俺が受け継いだんだ。他の部分はおばおばがいとこに譲った。いとこって村上雫のことだよ。今はファンドが医者がついてて全部管理してるんだ。四半期ごとにミーティングしてどれくらいも受かったか教えてくれるよ。賃料収入は全部俺の口座には行ってる。だから安心してローンの心配は全くないよ。ちょっと待って。こんなにお金持ちなのに公務員になれるの？公務員って財産調査とかあるんじゃないの？公務員試験は家庭の経済状況で制限されないよ。だから心配いらない。それに俺はガチで試験に受かったんだよ。コネなんて一切使ってないから。北斗くん、さっきまでちょっとずうずうしかったかも。いつも北斗くんに甘えちゃって、本当子供だよね。マナーもなってないし。君の大胆なところが好きなんだよ。もう大丈夫。大晦日は宮廷に帰るんだよね。俺もおじいちゃんの家に行くよ。夜に電話してね。かしこまりました。ちゃんと報告します。なんで急に人が増えたの？桜井社長。もし昔あなたが動かなかったら、橘家は苦しむこともなかったのに。あの時君が刑務所に入った後、奥さんと子供は俺がオーストラリアに住ませたんだ。1億円以上も渡したのに、それでも足りないのか。もういい加減にしてくれよ。あの時の事件で、あなたの名前は一度も口にしてないよ。あなたの娘さんが、橘家と結婚の話が進んでるのは知ってる。もし橘家が、あの時あなたと俺が、彼らの財務問題の証拠を提出したって知ったら、まだ娘さんと結婚すると思うか？俺が欲しいのはこれだけだ。5000万円。あなたにとっては大した額じゃないだろ。警備員を。そんなには一致しなくてもいいさ。保証する。娘さんには絶対に手を出さない。もう。少し考えさせてくれ。いいよ。でも明日には、金を見せてくれ。桜井さん、相変わらず綺麗ですね。私たち、知り合いでしたっけ？桜ちゃん、君か。いつ帰ってきたの？父さんが10年前、松田経理と一緒に、検察徴兵、橘家の特命国は通を出したって、言った時から、お父さん、真実を話して、10年前、橘家次男がビルから飛び降りた事件。父さんがどこまで関わってるの？俺は当時、ただ橘家のクロスボーダープロジェクトを取ろうとしただけなんだ。まさか、松田経理が自分のために裏切るなんて。さらに予想外だったのは、橘家次男が罪の重さに耐えきれず、ビルから飛び降りたことだ。このこと、黒川北斗はずっと知ってたの？そうだ。あの時、君をさらおうとした松田経理を、彼が止めてくれたんだ。彼が僕に助言してくれたんだ。橘家が一番大変だった時に、助けてやれって、やりすぎるなって言われたよ。先に自己紹介するね。黒川北斗です。桜井さん、北野市の人？白石祐希。本当に橘家を完全に信用できるの？彼はずっと全部知ってたのに、一度も、それで私を脅したことはなかった。
むしろ、黙って、全部私のために背負ってくれてた。さくらちゃん。お父さん。本当にすまなかった。君と立花家に結婚させようとしたのは、この件をなかったことにしたかったからなんだ。怖くて。問題が解決できないんじゃないかって。かえってもっとややこしくなるんじゃないかって。お父さん、過ちを犯したら、ちゃんと責任を取るべきだ。隠すんじゃなくて。さくらちゃん、どこへ行くの？会うべき人に会いに行く。ちゃんと会ってくる。ずっと片付けなきゃいけなかったことを、今こそ解決してくる。さくらちゃん。どうして来たの？黒川検事。今日は約束を果たしに来たの。あなたと10年前に果たすべきだった約束を。10年前のこと、全部知ってる。父さんがしたこと、松田経理の陰謀。それと、黙って私のためにリスクを背負ってくれたこと。全部知ってる。さくらちゃん。隠そうと思ったわけじゃないんだ。ただ、親たちの過去の問題で君を悩ませたくなかった。私は弁護士です。面倒なことも怖くない。リスクを背負うのも、私が一番怖いのは、あなたがいつも全部を一人で抱えていること。私は、自分の弱さのせいで、何度もあなたを遠ざけてしまった。10年前、使われてない温室で、私があなたに手を差し伸べた。でもあなたは、私の知らないところで何も言わずに、10年間私を守ってくれた。北斗、深見で、北斗、これまでずっと、いつもあなたが私の方へ歩み寄ってくれた。今回は私があなたの元へ駆け寄る。さくらちゃん。君なら、どんなにゆっくりでも、どんなに待っても、それでも待ってる。今回は、もう離れない。北斗ホヤたちのしがらみ、二人で一緒に向き合っていこう。いい？もちろん。これからも一緒に。桜井社長は今日会うって約束してたのにガキンチョが何しに来たんだよ。父は体調が悪いんです。私が代わりに来ました。言いたいことがあれば私にどうぞ。作来家のことなら私が決めます。お前にそんなことできるのか。どうせ後で泣きついて父親に助けてもらうなよ。私が決められるかどうか。これを見ればすぐわかるよ。これが10年前、立花家の公金横領と財務処類偽造の刑事判決書だよ。それからこれも、昨日あなたが父を脅した。その時の録音だよ。それから、出獄後の3度にわたる恐喝も、証拠はすべてここにある。刑法第に174条によると、会社の財産を恐喝で奪った場合、多額の場合は10年以下の懲役に処される。これが法の定めです。3回も恐喝して、金額はすでに1億円を超えてる。これなら一生刑務所から出られないよ。やれるもんならやってみろ。お前、俺が昔の話を全部立花直哉にぶちまけたら、どうなるか分かってんのか。桜井家と立花家を完全に仲違いさせて、お前の父親も社会的に終わるぜ。言いたければ言えばいいよ。父が当時やったことは、実名で違法行為を告発しただけ。何の法律にも違反してないから。でも実際は、あんたが立花家の財務部長として職権を悪用して金を盗んだ。あんたこそ全部の張本人だ。あんたに残された道は2つだけだ。1つ目は、この50万円の小切手を持って北野市を出て二度と戻るな。2つ目は、今すぐ警察に通報して証拠を全部地方検察庁に渡す。この事件を担当しているのは私の彼氏で黒川北斗検事だ。
あんた。俺がやけになったら、お前も道連れだぞ。あんたが潰れても、こっちはびくともしないよ。松田部長、刑務所で10年もいたんだよね。よくわかってるはずでしょ。検事の彼女を相手に法律で勝負しようなんて。それは賢明な選択じゃないよ。10分やるから考えな。じっくり決めて。選ぶ？選ばない。まさか、君の方から誘ってくるなんて、黒川検事と一緒じゃなくていいの？黒川検事のことはどうしたの？俺になんの用？あなたを呼んだのは、話したいことがあるから。10年前の出来事について。橘刑事、何の死について。私の父のことについても。北斗のことについても。なんだよ。北斗が、説得しに来させたのか。もう10年も経ってる。彼のことについての弁明なんて、もう聞きたくない。彼が来させたんじゃない。私が来させたんじゃない。あの時、匿名で検察庁に告発状を出したのは、私の父です。松田経理と一緒に帳簿を偽造して、橘グループの資産を食い潰したのは、あなたのおじさんです。あなたのおじさんが亡くなったのは、彼の欲部笠戸罪を恐れる気持ちが原因です。黒川家は関係ないし、桜井家も関係ない。当時、松田経理に誘拐された北斗が助けてくれた。北斗が父を説得して、橘家が一番大変だった時、北斗が助けてくれたんだ。そうじゃなかったら、橘家はあの危機を乗り越えられなかったよ。彼は一度も根こそぎ潰そうなんて考えたことはない。あなたの西区が彼を誘拐して命を狙った時でさえ、そんなこと思ったこともない。こんなこと。なんで彼は一度もはなしてくれなかったの？あの時のあなたは、ずっと彼を敵だと思ってたから、何を言っても聞く耳を持たなかったよね。彼が黙って色々やってきたのは別に君に感謝して欲しかったわけじゃなくて、ただ長年の友情が全部なくなっちゃうのが嫌だっただけなんだ。父はめかし間違いを犯したんだ。橘家の財産を狙うなんてしてはいけなかった。桜井家が橘グループで持っている 15% の株を無償であなたに譲るわ。桜井家からのお詫びの気持ちとして受け取ってほしい。これが私たちの謝罪よ。あなたと北斗とのわだかまりは解消できるかどうか、それはあなたが決めることよ。俺はずっと、北斗が俺に張り合ってると思ってた。まさか、彼が全部俺の分まで背負ってくれてたなんて。勇気、ねえ、知ってる？今の俺は、ちょっと彼のこと、羨ましいって思ってるんだ。本当に羨ましがるべきなのは、彼が全ての真実に向き合う、その勇気だよ。なおや、もう過去のことは水に流そう。おじいちゃん、どうしてここにいるの？たまたま通りかかったんだ。北斗が、君がここで働いてるって言ってたから、ちょっと話したくて来たんだ。仕事の邪魔にならないかな？全然大丈夫です。ちょうど仕事終わったところです。このバングルね、つけてみるとぴったりだね。うちの妻のセンスは、昔と変わらず素晴らしいよ。ありがとう、おじいちゃん。このバングル大事にしてます。北斗のことも大事にしてます。それでいいよ。今日ね、大した用じゃないよ。ちょっと君と、心の内を話したくて来たんだ。北斗ってさ、昔からずっと頑固なんだよ。自分で決めたことは、誰が何と言っても絶対に曲げないんだ。北斗は君のことを10年も待ち続けてきたんだよ。私たち年長者は、その姿をずっと見守ってきたんだ。はい。北斗のこと、よくわかってます。彼は私のためにたくさん尽くしてくれました。では、率直にはなすね。半年間、時間をあげるよ。その間は仲良く過ごして、お互いをよく知ってほしい。半年後に。もし結婚する気がまだなければ、黒川家にはいる気がなければ、おじいちゃんとして心からお願いしたい。もし決心がつかないなら、身を引いてほしい。北斗には彼と肩を並べて歩める。黒川家には行って、家の主婦として彼の妻になれる人が必要なんだ。
いつでもいなくなってしまうような一時的な存在じゃなくて。おじいちゃん、あなたの気持ちはちゃんとわかっています。私が伝えたいのは、私は通りすがりなんかじゃありません。半年間受け入れます。でも、半年後に必ず結婚するとお約束はできません。おじいちゃんに約束します。この半年間が絶対に精いっぱい彼を愛します。彼と一緒に歩いていきたい。彼にふさわしい人になれるように努力します。結婚については私たち二人で決めることです。絶対にちゃんと彼に答えを出します。私もおじいちゃんにもちゃんと答えます。彼に辛い思いはさせません。黒川家に恥をかかせることもありません。やっぱり君を信じてよかった。君がそう言ってくれて本当に嬉しいよ。さくらちゃん、おかえり。手を洗って、ご飯にしよう。今日はね、さくらちゃんの大好物、スペアリブの甘酢煮を作ったよ。それにモレモンエビも。今日はおじいちゃんが私を読んだ。何を話されたの？無理に何か言われた？心配しないで。明日おじいちゃんにちゃんと話してくるから。結婚は俺たち二人のことだよ。誰に強制されてもダメだ。おじいちゃんでも無理なんだ。無理に何かされたわけじゃないよ。ただ話しただけ。半年考える時間をくれるって半年後。もしまだ結婚したくなかったら手を離していいって。さくらちゃん。心配しないで。このことは俺に任せて。気にしなくていいよ。君が一生結婚したくないって思っても、俺はずっと君を待つよ。あなたが私を守ってくれるって、ちゃんとわかってるよ。黒川北斗。私はもうずっとあなたの後ろに隠れていたくない。あなた一人に家族のプレッシャーを全部背負わせたくない。前はね、愛って檻みたいなものだと思ってた。約束もいつか変わってしまうものだって。だから何かあると真っ先に逃げようって思ってた。すぐに手を離せば傷つかずに済むって思ってた。わかってるよ、さくらちゃん。全部わかってるよ。だから君に無理をさせたことは一度もないよ。あなたが私に何も供与しないからこそ、私は余計にもう仕分けなくなっちゃうの。黒川北斗。あなたは私のために結婚へのこだわりを捨ててくれた。私のために家族のプレッシャーも全部受け止めてくれた。私のためにいろんな面倒も全部片付けてくれた。でも私は何度もあなたを遠ざけてしまってばかりだった。半年間の約束。もう怖くない。試してみたい。あなたと一緒に結婚に踏み出してみたい。おじいちゃんに言われたからじゃないよ。私が自分で決めたことだから。これは私の気持ちなんだ。あなたと家庭を築きたい。毎日を一緒に過ごしたい。夕暮れもしき、もともに歩みたい。さくらちゃん。ありがとう。この一歩を踏み出してくれて。君がこの一歩を踏み出してくれた。それだけで俺はもう十分だ。あなたが負けることはないよ。ああ。一緒に頑張ろう。さくらちゃん、さっきおばにごんが宴会のテーブルで陰口言ってたよ。立花家を選ばずにあんなにいい縁談なのに断って、黒川家のあの検事さんとはっきりしない関係になってるって。それに、桜池の面目を丸つぶれにしたって恥をかかせたって、めちゃくちゃひどいこと言ってたよ。平気だよ。言いたいことがあるなら好きに言わせておけばいいよ。私が思うけど、桜ちゃん、本当にわがままなんだから、立花直哉さんみたいな立派な家柄と容姿なら、桜池と本当に釣り合うのに。婚約者がいるのに、わざわざ黒川くんとくっつくなんて、その時になったら黒川家に認められないし、立花家にも嫌われて、どうするの？ほんとそうだよね。親御さん、3回盛り婚したらしいよ。彼女はさ、結婚する気もないし、
男遊びも激しいよね。あんな人を黒川家みたいな名門が受け入れるなんて、絶対ありえないよね。その時になったら、結局骨折り損だよね。何がわかんないよ。それに、立花家と黒川家は犬猿の仲なのに、彼女が黒川北斗と付き合うなんて、立花家と桜井家の協力を恥かかせてるじゃない。本当に常識ないよね。おばんにご親族の皆様、みんな盛り上がってるみたいですね。じゃあ、私の前で言いたいことを話してみてください。桜ちゃん、私たちね、本当に軽く言っただけなのよ。私だって適当に言ってもいいですか？皆さん、桜井家の分け前をもらって、桜井家のおかげで食べてるのに、そのくせ陰で家の悪口言ってるなんて。それって、マナー違反じゃないですか？今日はこの家宴の場を借りて、二つ、はっきりさせておきます。まず、立花直也さんとは、今まで一度も婚約したことはありません。仕事上の付き合いだけです。縁談なんて、大人たちの勝手な思い込みで、私は最初から同意してません。そうだ、桜ちゃんとは仕事上の関係だけだ。もう噂話はやめてください。彼女の大事な将来に影響するかもしれませんから。次に、北の口法検察庁の黒川北斗検事と私は付き合っています。本当に付き合ってます。でも、私が彼を引きずってるわけじゃなくて、私が先に彼を好きになったし、私からアプローチしたんです。彼は私が人生を共にすると決めた人です。これから先もずっと一緒に生きていきたい人です。私たちの関係は一時の気まぐれなんかじゃなくて、本当に心から惹かれ合ってるんです。ですから皆様、これ以上失礼なことは言わないでください。もしこれ以上続けるなら、弁護士として皆さんに非暴罪の罰則についてお話ししましょうか。非暴罪の量刑基準について。うちの結城先生、今日の君、本当にかっこよすぎ。私の彼氏が家族の前で陰口言われるなんて、絶対に許せないよ。今日はすごく疲れたでしょ。舞台では本当にかっこよかったよ。降りてきたら足が真っ赤になってるね。痛かったらちゃんと言ってくれればよかったのに。だって、気合負けしたくなかったんだもん。周りにさ、黒川北斗の彼女って頼りなくてパッとしない子だよね、なんて言われたくなかったから。俺のそばでは、無理しなくていいよ。何もしなくても、俺がちゃんと守るから。北斗前はね、いつもそう思ってた。二人で一緒にいると距離を取れば傷つかないって思ってたんだ。だからね、家賃もきっちり割り勘にしてたし、それをプレゼントってことにして全部ちゃんと計算してたの。あなたに借りが増えすぎるのがずっと心配だったから。結局、全部返せなくなるんじゃないかって思ってた。俺は君に返してほしいなんて、一度も思ったことないよ。君のためにやったことは全部、俺が全部、喜んでやったことだから。わかってるよ。だからもう細かいことは気にしない。どこ行くの？ね。この中には、オーストラリアに持ってる不動産と、いくつかの会社の株も入ってるし、青空クラブのパートナー契約書も入ってるよ。弁護士さんに頼んで、交渉も済ませたの。この婚姻財産はね、あなたにも半分あるよ。桜ちゃん、これ全部、君がより遅くまで頑張って手に入れたものだろ。俺がもらうなんてできないよ。ダメだよ。北斗。あなたがこの家を買ってくれて、私の名前にしてくれた。私に家をくれたんだ。私の財産もあなたに半分分けてあげてもいいでしょ？それは俺が自分からやりたくてやったことだよ。君に居場所を作りたかったんだ。私も心からやりたいと思ってるよ。北斗、本当にいい関係ってさ、どちらか一方だけが頑張るものじゃなくて、お互いがちゃんと向き合って歩み寄ることだよ。あなたは私に安心と愛をくれた。だから私もあなたの支えになりたい。ちゃんと知ってほしいの。私は簡単にいなくなるような人じゃないよ。前はね、私の未来には自分しかいなかったんだ。でも今はあなたの分もあるよ。ここにサインして、これからはあなたは私のものだからね。もう逃げられないよ。いいよ。サインするよ。根性も、来世も、どこにも行かないよ。ゆうき、どうしたの？今朝からずっと様子がおかしいけど、道のプロジェクトの方、問題が起きたの？プロジェクトじゃなくて、
桜井家の前の事件のことだよ。当事者はもう出所してる。でも、昨日、彼が私に、今日はクメールを送ってきた。脅し？警察に連絡しようか。警察に通報しなくて大丈夫。今は口先だけの脅しだし、実際に行動は起こしてないし。警察に通報しても、結局記録されるだけだよ。彼の動きをしっかり把握してから。それから結論を出そう。あ、そういえば、この前言ってた海外口座の件だけど、何か進展あった？わかったよ。出所してからダミー口座を作ってた。最近、上納のお金が入ってきてる。協力者を見つけたみたい。どうしたの、桜ちゃん。俺に会いたくなったの？黒川検事。ちょっと大事な話があるの。松田経理は出所してから。まだこの辺にいるみたい。今日はクメールを送ってきた。私、彼が復讐しようとしてるんじゃないかと思う。メッセージまだ残ってる。他に何かおかしなことしてない？今どこ？事務所にいる？すぐ行くから待ってて。私は大丈夫だから、慌てないで。同僚に調べてもらってるんだ。彼の最近の動きを調べてもらったら分かったことがあって。彼は最近ずっと、事務所に桜井家の宮廷にずっとうろついてるみたい。多分張り込んでるんだと思う。電話したのはね、状況を伝えたかったし、それと、ついでに、あなたの専門的な意見も聞きたくて。まずは俺の話を聞いてほしい。まず仕事終わったら俺が迎えに行くから、絶対に一人で行動しないで。二つ目は彼が送ってきた今日はクメッセージと、行動記録も全部整理しておいて今同僚に、正式に記録してもらう。三つ目は、この人は昔、兵器で誘拐に加担して、公金も横領した。残忍で手段を選ばない奴なんだ。絶対に油断しちゃダメだ。わかってる。もう対策はしてある。今は、通勤は運転手が送迎してくれるし、事務所の警備員にも話してあるから、追い詰められて、もっと無茶なことをしそうで。心配しないで。俺がそばにいるから、絶対に君に指一本触れさせない。スマホに位置情報をリアルタイムで追跡できるようにしておいた。この警報ボタンを押せば、俺と管轄の交番にも同時に位置情報と助けを求める信号が届く。必ず持ち歩いてね。仕事の行き帰りは全部俺が送迎するから。もし俺が手が離せなくても、同僚に付き添わせるから、絶対に一人にさせない。黒川検事。そんなに緊張しないで。私、腕利きの弁護士だから。どんな修羅場も経験済みよ。心配いらないよ。私にとっては、君のことなら、どんな小さなことでも大事だよ。彼が狙ってるのは桜井家だけじゃなくて、君自身なんだ。絶対に危ない目には合わせない。白石先生。白石先生、こんにちは。橘グループ本部の者です。契約に大きなミスが見つかりました。取引先が茶町にいます。直接来てください。ミスの修正をお願いします。今夜までに解決しないと、契約はダメになっちゃいます。山本さん、先に車を前まで回して、車室の前で待ってて。わかりました、白石さん。白石勇気、起きたのか。お前と親父のせいで俺の人生めちゃくちゃになった金さえ持っていれば、どこかと奥へ逃げて自由になれたのに、お前たち二人が、俺の逃げ道を全部なくしたんだ。松田経理。今の行為は不法監禁だよ。誘拐も加われば、複数の罪で裁かれて、最低でも10年は刑務所行きだよ。今すぐ私を解放してくれたら、このことはなかったことにしてもいい。約束したお金は、ちゃんと渡すよ。本当にくれるって？今さらお前のことなんて桜井家の言うこと、信じるわけないだろう。5000万円よこせ。今すぐ親父に電話しろ。1円でも足りなかったら、顔に傷をつけてやる。黒川北斗に、もう二度と会ってもらえなくしてやる。5000万円、簡単に出せる額じゃないよ。親父が払う気でもすぐには用意できないよ。今こうして私を縛ってるけど、電話なんてできないでしょ？電話できたとしても、親父が誘拐されたって知ったら、まず警察に通報するよ。真っ先に警察に通報するよ。お前は1円も手にはいらないよ。何かごまかそうとしてるんじゃないか？ごまかす気はないよ。縛ってるのをほどいて、親父の人に電話してプロジェクト費としてお金を。
あなたの指定した海外口座に振り込むよ。国内のチェックを通さずに警察に阻れない。今こうして縛ってるから。電話すると、親父は私が誘拐されたってすぐ気づくよ。その時は、あんたは何ももらえないよ。海外口座を教えて。それと立花刑事。何のこと？親父にどれだけ隠してるの？ちゃんと確認させて、親父が金を払った後で、本当に全部黙ってくれるんだよね。それじゃあ安心してお金を渡せないよ。立花家のマヌケどもは、最初から最後まで、ずっと俺にいいように踊らされてたんだ。極発情はどうしたの？立花家に罪を押し付けた後、親父を表に立たせたんだよね。お前の親父だってろくな人間じゃないよ。奴は立花家のプロジェクトを羨ましがってたんだ。俺はただ刃を渡しただけさ。止まれ。近づいたらこの女を殺すぞ。黒川北斗。お前彼女が一番大事なんだろ。こいつら消えろ。下がれ、松田経理。お前が欲しいのは金で、人の命じゃないだろ。いくらでも払う。彼女を離せ。俺が自ら人質になる。彼女を離せ。松田経理、もう逃げられない。10年前。公金横領罪。今の誘拐もあるし、不法監禁、ナイフで脅す。通罪刑罰で一生刑務所から出るなんて無理だよ。私を離して、今はそれしかない。黙れ。これ以上言ったら今すぐ殺すぞ。勇気、お前。バカ野郎。マジで怖かった。ごめん。俺のせいだ。君を危険な目に合わせてしまった。あなたのせいじゃないよ。ほら、私は無事だよ。それにさ、私、敏腕弁護士だよ。ピンチでも慌てないし、自分で助かる力もバッチリ。でしょ？こんなに赤くなってるね。痛くない？痛くないよ、北斗。さっき私のために人質になるって言ってくれて、その時の君、すごくかっこよかった。かっこよすぎ。ごめん。これからは、君をこんな危険な目に遭わせない。どんなことがあっても、真っ先に、君と一緒に立ち向かうよ。わかった。ここからは、ずっと一緒に乗り越えていこう。直哉、あの時のこと、おじさんが間違っていた。おじさんは、立花家の商売に手を出すべきじゃなかった。裏で、こっそり告発状を出した。それが間接的に、立花家次男の悲劇を招いてしまった。本当にすまなかった。桜井さん、過去のことは、もう水に流しましょう。立花家次男が、今の状況になったのは、結局は、法律を破ったのは自分だから、誰のせいにもできないよ。どうぞ、座って。北斗、あの時は、俺がちょっと感情的になりすぎてた。ずっと君と、黒川おじさんに当たってばかりだった。本当にごめん。もう終わったことだよ。子供の頃からずっと一緒だったし、親の世代のことで、いつまでも根に持つ必要なんてないよ。そんなこと。うん、もう全部終わったね。これからは、友達だね。お茶で乾杯しよう。過去に乾杯。未来にも乾杯。さくらちゃん、昔はパパが自分勝手すぎた。ずっと結婚を利用して自分の過ちを隠そうとしてた。君の気持ちを全然考えたことがなかった。本当にごめん。パパは君と北斗がどんな決断をしても応援するよ。結婚するかどうかに関係なく、パパはずっと君の味方だからね。パパ、もう全部終わった。これからは楽しく過ごそう。もう二度と過去の影に縛られることはないよ。北斗ほんと羨ましいよ。こんな綺麗な奥さんをゲットして、昔は君とずっと張り合ってたのに、今になって思うと、俺の負けだよ。認めるしかないね。そりゃそうだよ。俺の桜ちゃん。世界で一番素敵な子だよ。さてさて、私たちをいじるのはこの辺で。今日は本当にいい天気だし、お店予約してあるよ。みんなでご飯食べよう。若いの食事会ってことで。どう？いいね。白石さん、本当にカフェを丸ごと貸し切りにされますか？明日の午後ですが、すでにご予約が入っているんですが。はい、決定です。お願いします。明日の午後の予約は全部キャンセルでお願いします。キャンセル料は倍額で払います。あ、それと、私が前にデザインした通りに全部飾り付けお願いします。霞草と白いバラを使って、歯で過ぎないようにシンプルでいいです。大丈夫ですよ。動画の件ですが、明日8前にセットして大きなスクリーンで繰り返し流しますね。お疲れ様。動画もお願いしますね。夜に送りますね。
そういえば、彼が一番好きなハンドドリップコーヒーは、明日は必ず彼がいつも飲んでる豆で作ってね。お願いね。今どこにいるの？もう仕事終わった。今夜、一緒に食べに行こう。ずっと行きたがってた。あの家庭料理のお店に。まだよ。まだ法律事務所で残業してるよ。案件の資料を急いで作ってるの。多分、終わる頃には夜遅くなっちゃうかも。家庭料理、また今度にしない？わかったよ。疲れすぎないようにね。晩ご飯ちゃんと食べてね。出前頼んで、届けるよ。気にしなくていいよ、大丈夫。もう自分で注文したから、先に帰ってて、終わったら帰るから、いい？わかった。仕事が終わったら必ず電話してね。迎えに行くから、無理しすぎないでね。わかった？はいはい。黒川健二さん。ほんと、よく世話焼くね。黒川北斗、10年も待ってくれたね。半年も私を追い続けてくれた。今度は私が聞く番だね。私と一緒にこれからの人生を過ごしてくれる？どこにいるの？まだ見つからないよ。さくらちゃん、あなた。北斗、こんにちは。小山先生、あなた一緒だ。白石優です。14歳。東京大学法学部の修士です。青空法律事務所の弁護士です。10年前、廃れたはナ音室であなたを救った女の子。10年後、あなたに初めて会った時、あなたをお見合い相手だと勘違いしてしまった。あなたに夢中になって、そのまま手を引いて連れて行っちゃった。あの時はどうやってあなたをドキドキさせようかしか考えてなくて、責任なんて全然考えてなかった。あなたが優しさと辛抱強さで少しずつ私の心を温めてくれた。あなたが教えてくれた。愛は束縛じゃないって、約束も色褪せないって。素敵な愛って、二人で肩を並べて、どんな困難も一緒に乗り越えていくこと。前はいつも自分は結婚しないって言ってたんだ。結婚するのが怖かったんだ。誰かと近づくのも怖かった。愛がいつか消えてしまうのも怖かった。でも、あなたに出会って毎日を楽しみにするようになった。これからの日々、朝のお粥を楽しみにしてる。優雅田の風を楽しみにしてる。あなたと一緒に過ごす時間を楽しみにしてる。あなたと一緒に過ご春夏秋冬を楽しみにしてる。北斗、あなたは10年も待ってくれた。10年も愛してくれた。慎重に一歩ずつ進んできた。私の元へ来るために。これからは、今度は私があなたに向かっていくね。聞いてもいい？私と結婚してくれる？はい、結婚します。さくらちゃん。はい、喜んで。この時を10年も待ってたんだ。